ちょっと待って、これ今回はこんなものを手に入れてみました。これミルウォーキー社の 18V 仕様の電動のチェーンソーになります。それとバッテリー、これちょっと早速中見てみたいと思います。いでよ。うわ、きた、これうわ、いかつい、とんでもないのが来ました。ちなみにこれバッテリーです。これ 18V 仕様のバッテリーなんですけど、まさかの 12A という驚異の容量を誇るバッテリーになります。この2つですね、この前ミルウォーキーの公式ホームページで行われてた、キャンペーンがあったんだけど、それでかなり安くなってたので割引使ってこの2つ購入したっていう感じです。でこのバッテリーに関してはこんな感じで、以前ミルウォーキーさんより 3A、5A、8A のバッテリーを提供していただいたんですよ。で野山を切り開く作業があるんですけど、バッテリーはもう数あるに越したことはないんで、今回これ自腹で 12A のバッテリー購入しました。これだけあればまとまった量の木もこう切れるんじゃないかと。これすげえ。これこんな感じでオレゴンのブレードが標準装備されてます。これ早速ちょっと動かしてみます。せっかくなんでこの 12A のやつ、ここにこうカチャッとセットしてロック解除して、いや、やばっ。チェーンスピードめっちゃ速いな。これはかなり期待できそうだ。ちなみにこれチェーンソーオイルも付属されてました。バッテリーとこれあればもうすぐにでも現場行って使えちゃいます。でですね、このチャンネル見てくれてる方だったらご存知かもしれないんですけど、自分これ、マキタの 40V 仕様の電動チェーンソーを持ってるんですよ。じゃあなんでこれ購入したのかっていうとですね、ズバリこれ救出用のチェーンソーとして、使うために購入しました。ちょっと救出用ってなんだっていう話は後でまたしたいと思うんですけど、自分の師匠であるチェーンソーおじさんの丸さんっていう方がいるんですけど、そのベテランの方曰く、この現場行って木切る時にチェーンソーを絶対2つ以上は持っていかないとダメだよっていうふうにこうアドバイスいただきまして、で、最初これをもう1台買おうかなと思ったんだけど、バッテリーもあるしせっかくなんでこのチェーンソーにしてみました。でこのチェーンソーを選んだもう一つの理由がですね、これ海外、主にアメリカだとこれめちゃくちゃ評価高いんですよ。このミルウォーキーの 18V のチェーンソー、これアメリカの YouTube 動画でも結構紹介されてて、どれも評価いい感じだったんで今回これにしてみました。これ日本に入ってきたのはほんと最近で、この前のキャンペーンの時ちょうど発売開始して、しかも安くなってたんで購入してみました。ちょっとこのさっき開けたばっかりでまだ充電してないんだけど、これ充電し終わったらもう早速これ使う用事あるんで現場行って使ってみたいと思います。はい、こんな感じでフル充電できたんで現場へ向かいます。はい、ということで今回この切り倒した木を運んできたはいいものの、これまだ玉切りしてないんですよ。これを処理しちゃわないともうどうしようもないんで、で今回これを使って玉切りしていきたいと思います。この幅が40センチなんで、基本自分の家では丸太をこう40センチ間隔で玉切りしていってるんで、この長さに合わせて玉切りしていきたいと思います。じゃあ早速やってみましょう。あ、すげえ威力だ。もう余裕ですね。これぐらいの太さなら余裕です。いやこれ 18V とは思えない。ちょっとこのかなり太いやついってみます。嘘だろこれすげえな。こ
これ何センチ、もう30センチぐらいあんのかなこれ。こんなのもこれサクサクです。いやちょっとこれ想像以上だわ、パワーが。でこのスパイクも超使いやすいです。ちなみにですね、もうこれ自分のお気に入りのマキタの MUC019G ですね。これもかなりいいんですけど、正直なんか使い心地としてはそんなになんか変わんないっすね。刃渡りもほぼ同じぐらいなんですよ。今日はですね、もうこのミルウォーキーの 18V チェーンソー、これだけでもうこっちを玉切りしていきたいと思います。でこれマキタの 40V マックスのチェーンソー、これガソリン式でいうと 42ml クラスのチェーンソーと同等のパワーがあるらしいです。でですね、この 18V のこのミルウォーキーのチェーンソー、これに関しては 40ml 相当のガソリン式のチェーンソーと同等のパワーがあるらしいです。だからこれと比べてもパワー結構同じぐらいなんですよね。いや本当にこれめちゃめちゃ使いやすいかもしれん。はい、ちょっと切っていくんだけど、今回これの他にチェーンソーおじさんの丸さんからこんなものも買っとけって言われて、これ手に入れました。これハスクバーナの、これ何に使うかというと、こう広げてこうやってやってこうやると片手でこう掴んだりできるっていう便利道具です。これめっちゃ便利。今回はこれを駆使して、こんな感じで切ったやつを1箇所にまとめていきたいと思います。はい、これめっちゃ使いやすい。あとこの掴むやつめっちゃ使いやすいです。木をちょっとこう動かしたりとか片手でこれできるのはすごいわ。これちょっと待って、マキタのよりなんか止まらないっすね。このモーターが止まらないです。こうサクサク切れるというか、なんか快適っすね。でこれアメリカでの評価が高いのもうなずけますね。そういやこれすげえ。持ってちょっとこっち側相当でかいですね。うっそー。ここでバッテリーが1個減っちゃったんだけど、最後ちょっと止まっただけで全然
サクサクいけるっすねこれ。すごいわ。この束の中にある一番太い木だったんですけど、ちょっともう切り終わっちゃいました。メインディッシュを先にやっちゃったという。これですね、ちょっと待ってください。これお世辞抜きで本当にこれと同じぐらい使いやすいっていうか、止まらないんですよ全然。こっちは正直切ってる時にこんな感じで、分かりますかね今。こうゆっくりやっていくといいんだけど、あんまり負荷かけるとこんな感じでまさしく今みたいに止まるんですよ。こっちはですね、あんまりそれがないというか、こっちよりも攻めれるっていうそんな感じですね。これしかもバッテリーが今これ日光の下でこう見にくいんだけど、今4分の2ですね。だからこのでかい塊切ってもまだ半分残ってるって感じです。正直びっくりしました。ここでですね、バッテリーがこの12アンペアのバッテリーが終わっちゃいました。点滅してるんですよね。ちょっとインジケーターは見にくいかな。こんな感じで、点滅してます。こんなに切れました。ちょっと待ってください。この12アンペアのバッテリー1個で切れたエリアになります。すごくないですか？しかも最初の方かなりこういう太い木も玉切りにしたんで、これぐらいだったら12アンペアもう2個ぐらいあれば全部いけちゃいそうですね。はい、いや本当にびっくりした。これ一番びっくりしましたね。ちょっとこれで休憩してまた続きやりたいと思います。でこれさっきの12アンペアのバッテリー、これポータブル電源使ってちょっと休憩中に何があるか分かんないんで、もしかしたら全部バッテリー食うかもしれないんで、これちょっと充電しときます。冷えてる。うまっ。キンキンだわ。ちなみに今日25度あるんですけど、去年からこの炭酸水メーカーで作ったこの炭酸水持参してこういう作業をやってるんだけど、前まで川の水で冷やしてたんですよ。まあ冷たいっちゃ冷たかったんですけど、やっぱ冷温庫、マキタのあれミニ冷温庫、これギリギリ入ったんですよ。あれで冷やしてあげたところ、もうやっぱ川の水で冷やすのとレベルが違いますね。超うまい。今年もこういう電動工具、マキタに限らず、いいものはいいと、いろいろこう取り入れて作業していきたいと思います。はい、じゃあちょっとこれ続きやっていきましょう。今12アンペアですね。12アンペアを1回使ったと。次はこの8アンペアを使っていきます。でちなみにさっきこれの救助用にこれを購入したって言ったんですけど、その救助って何ぞやっていうところでして、こんな感じで、ちょっとなるか分かんないんだけど、ちょっとやってみます。こう切ってる時にここの木の重さで沈んできた時にこう噛み込んじゃって、もうどうにも抜けなくなっちゃう時があるんですよね。
で今ここにユンボあるから持ち上げればいいんだけど、現場とか山の中行くともうそういったユンボとか持っていけない場所とかあるじゃないですか。そういうところでこれまあこういった形でこう切ってあげて、もうこれをこう救助してあげる。そうこんな感じで、今ちょっと噛んだんだけど、この噛み込みしちゃった時本当にもう抜けなくなるんで、そういった時にこれ救助用に買ったっていう、まあそんな感じです。これの補助的なチェーンソーになればいいやとか思ってたんですけど、これと同じぐらいのパワーあるんで、これ非常に頼もしいです。じゃあ引き続きこの塊をこれだけで切っていきたいと思います。はい、こんな感じでこのミルウォーキーのこの 18V のチェーンソーだけで今回ここにあった、丸太ですね、あれを全部玉切りしてあげることができました。実はこっちにもね山があったんですよ。これは全部この 40V のやつで、切った山になります。ただもうこれと同じぐらいの仕事量がこっちでできちゃいました。なのでこれバリバリメインでも使えるぐらい、それぐらいのポテンシャルがあるチェーンソーだなと思いました。でうわやべえ。でこの後はですね、この玉切りしたやつを巻き割りしていくっていう作業があります。それもまたちょっと秘密道具を手に入れたので動画にしたいと思います。お楽しみに。で最終的に今回使用したバッテリーはこんな感じです。これ12アンペア、さっき充電したやつですね。充電したのはこの1個だけでした。でこっちはどっちも使い切ったっていう感じです。でですね、3アンペアのやつもあったんだけど、これですねちょっと今回使わなかったです。っていうのも何て言うんだろうな、これ使っててこれが一番安定してたんですよ。これがなんか結構すぐオーバーヒートしちゃったというか、なんか動かなくなってしばらく放置すると治るっていう、この前パワーカッターの動画出したんですけど、その時も似たような症状が起きたんだけど、こっちは全然なかったです、そういうことが。なので最終的には、これをまた使ったっていう感じですね。でこれまだ残り半分あるんで、まあ、実質 0.5、12アンペアを 1.5 個で8アンペアを1個で5アンペアを1個使ったっていう感じです。はい、っていうかちょっとめっちゃ雨降ってきた。さっきまでめっちゃ晴れてたのに、ちょっと基地に帰ります。危ねえ、ここにもあるんだよな。早く機材がびしょ濡れになるところだったら危なかったです。はい、ということで今回このミルウォーキーの 18V のチェーンソーを使ってみました。で使ってみて良かった点から挙げていきたいと思います。まずこのパワー、これが素晴らしい。もう 18V 機とは思えない、今回の作業本当にこれ1本でできちゃったんで、ほぼ2トン分ぐらいの丸太を玉切り全部してあげることができました。途中でそんなにこう切ってて止まったりもしないし、なんか本当にパワフルでした。そこが素晴らしかったです。で次にシンプル、使い方も非常に簡単で、この辺も迷わずサクサク使えました。でバッテリーも抜き差ししやすいし、なんかもうデザインがすごいシンプルなんですよ。ただシンプルがゆえにこういったところも握りやすいし、非常に使いやすいっていう印象がありましたね。はい、なんだろう、ここも良かったです。これこういった工具がここに収納されてるっていうのもこれ素晴らしいです。やっぱ新品のこのチェーンソーを使ってると最初結構緩むんですよ。でこうちょっと締めてあげる必要があって、締めてあげると調子よくこうなってくるんですけど、この新品のブレードはやっぱちょっと緩むんですよね。そういった時にやっぱここにあると
どっか軽トラのところまで行って道具探してとかってやる手間がなくて、それも非常に良かったです。でこういうところに切り子とか枝とかこう挟まった場合でもこれでもうここバカッと取れちゃうんで、こう掃除もしやすいかなと。これ非常に良かったです。ただこれでもかっていうぐらい硬く入ってるんで、抜く時はかなり強めにこうやんないと取れないです。まあそれがゆえに取れづらいってのはあるんですけどね。はい、でこういったところもこのバッテリーこうガチャってこうやるところにこう穴が開いてるんで、切った後のクズとかもこう下にこう落とすことができます。んでここにはこういう穴もあるんで、なんていうんだろう、こうぶら下げて管理したりなんてことも簡単にできます。あとこのスパイク、これもめちゃくちゃ使いやすかったです。エンジン式と同じぐらいの感覚でサクサク切れました。でこのパワーなんですけど、これ、自分が愛用している 40V のマキタのチェーンソー、これとこれパワーがまあ個人的な意見なんですけど、そんなに本当に変わんなかったです。でこれを補助に使おうかなと思ってたんだけど、これメインでこれを救助用に使うなんていう感じでも全然いけると思います。でしかもこっちの方が軽いんですよね。こっちがガソリン式でいうと 42ml クラスで、こっちがガソリン式でいうと 40ml クラスのこうパワーを秘めてるってことで、数値で見てもそこまで変わらないんで、本当に同じ使用感で使いました。はい、バッテリーの持ちもなかなか良かったです。予想ではこれの倍ぐらいはこれ必要かなとか思ってたんですけど、あっけなく束を切っちゃったっていう、まあそんな感じですね、終わってみれば。でグリップもかなり握りやすかったですね。このチャンネル見てくれてる方だったら分かると思うんですけど、過去のこのミルウォーキーのこのツール、これがですね、なんていうんだろう、これ 12V のやつなんですけど、この握りが太かったんですよ。なのでこれもすごい使えるんですよ。この枝打ちとか、細い木とかを切ってあげる時にこれめちゃくちゃよく使えるんですけど、これがですねちっちゃい割にこの握るところが太くて結構疲れるんですよ、この辺で。こういうのもそうですね、これも結構握るところが太いんですよ。ただですね、この 18V 機に関してはここ細くて、しかもこうなんか滑り止めもついててめちゃくちゃ握りやすかったです。で使っててあんま疲れなかったですね。はい、それも非常に良かったです。でこれ電源について、これがですね、これマキタのやつだとこれバッテリーをここに入れて、この電源ボタンを押してこう握ると動かせるっていう、まあそんな感じだったんだけど、これに関しては何て言うんだろう、これ入れてこれでもうすぐこうできるんで、個人的にはこれすごい良かったです。切ってで置いて、でまたこう木とか移動したりで、また持ってで切ってで置いて切ってって感じなんで、こっちだとなんて言うんだろう、ちょっと置いとくとこれ電源切れちゃうんですよ。でそれが毎回これ押してウィーンって切ってっていう風にやらなきゃいけなかったんで、この電源ない、このすごいシンプルなんだけど、これ何気にめちゃくちゃ良かったです。はい、まあ、これはこっちの方が安全なので、これもまあ好みが分かれるというか、でも個人的にはすごい使いやすかったです。であとはですね、これ本体じゃないんだけど、このバッテリーの方裏がなんていうんだろう、ゴムみたいになってて滑りにくくなってるんですよ。こういう感じで今回岩の上にこうバッテリーを置いたりとか、丸太の上にこうバッテリー斜めになってるところに置いたりしてもこれ滑らなくて、これ非常に良かったです。頑丈そうだし、はい、そんなところかな。本当に使ってみて非常に使いやすいっていう印象でした。ただですね、使ってみてここがなと思った点も言っておきたいと思います。まずはですね、このバッテリーに関して大容量のやつ、これはいいんですよ。これ使ってる分には本当にストレスなくこう使えたんだけど、8アンペアも良かったかな。5アンペアあたりですね、途中でもあったんですけど、結構オーバーヒートするというか、バッテリーの残量はあるのにちょっと一時的にこう冷ましてあげないと使えなくなるみたいな時があったんで、このチェーンソーを使う時はやっぱ容量の大きいバッテリーを使うに越したことはないかなっていう、そういった印象がありましたね。ただこれでやってあげた時は本当にサクサク、こんなでかい丸太も一発でこう止まることなく切断できたんで良かったです。であとはですね、これチェーンソーオイルを入れるこのタンクなんだけど、ここにこうあって、もうこれ開けやすいのはいいんだけど、この握るハンドル、
このものによってはこれがこうなんか干渉しちゃってちょっと入れづらいかなっていうところはありましたね。あとはですね、ここがこれ、このマキタのやつだとこう握り込んですぐにこういけるんですけど、これだと親指でこう押してやるっていう、これに関してはマキタのやつの方が使いやすかったかなっていうところですね。ここは好き嫌いちょっと分かれるかなと思いましたね。ちょっとここかなと思った点はいくつかあったんだけど、それを上回るぐらいめちゃくちゃ使いやすかったです。やっぱアメリカでこれすごい評価高かったんで、使ってみるまでちょっと半信半疑だったんですけど、使ってみたらこれなるほどなっていう風に感じました。ちょっとここのコレクションにまたこう追加したいと思うんだけど、これはもうスタメンに匹敵するぐらい、使いやすかったです。これからもこれ愛用していきたいと思います。でこれですね、エンジン式の補助とかにも余裕で使えると思います。あと倒木とかも全然これで対処できちゃうと思います。特にこれがあればでかい木が倒れてたとして1本分ぐらいだったらこれで余裕で片付けられると思います。本当にパワフルでシンプルで癖のないめちゃくちゃ使いやすい電動のチェーンソーでした。ということでこれ気になった方がおりましたら概要欄にこの商品のリンク貼ってあるんでぜひチェックしてみてください。ということで今回はミルウォーキーの 18V のチェーンソーの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。